今日は7月16日の水曜日です。今日もめちゃくちゃ天気良くて、むしろ暑いぐらい、もうね半袖かノースリーブじゃないと暑くていられないっていうぐらい、やっとね夏のフィンランドに来たなっていう感じがします。で昨日スオメンリンナ島に行って、そこでもう日差しをねたくさん浴びて、思った以上に体にダメージが来たというか、ちょっと熱中症になりかけそうみたいなぐらいのダメージを受けて、昨日のね夜帰ってきてから、夜9時ぐらいから今日ね10時ぐらいまで爆睡しちゃいました。相当体が疲れてたんだと思う。日焼けもしちゃって、今日はこの後ちょっとそういう日焼け止めグッズだったりとか、あとは保湿用のボディクリームとか、あとはね今週末にコテージに行くので、そのコテージが自然豊かなとこだから、虫除けのスプレーみたいなものを買いに行きたいと思います。マダニとか蚊が怖いので。そのついでに今日はこの7月に水曜日だけやってるというフリーマーケットに行きたいと思います。ここなんだけど、ここに行きたい。そういうねフィンランドのフリーマーケット情報とかカフェとかは、日本語でフィンランド旅行ってやるよりも英語で調べたりとか、フィンランド語で調べた方がローカルの情報が出るので、いつもそれで調べてるんですけど、こちら水曜日だけのフリーマーケットに行ってきたいと思います。で今日朝ごはんはこちらのミルクがゆ食べたいと思います。これはね、このエアビーの調味料とか入ってる棚があるんですけど、ここに入ってて、オーナーさんにこれ食べてもいいよって言われたので、味見してみようかなと思います。これは袋から出して簡単、お湯入れるだけでできるんだ。私こういうミルクがゆみたいなポリッチみたいなやつ苦手なんですけど、せっかくだから試してみようかなと思って、もしこれがすごい美味しかったら毎朝朝ごはんこれでいいじゃんと思って食べてみようと思います。これでいいのかな。こっちに来てからの食事は、基本的には朝ごはんとかは家で食べたりとか、あとは外のカフェでパン食べたりとかして、お昼とかもカフェで食べたりします。で夜ご飯はお米をね炊いたりしてたので、その冷凍したお米で冷凍餃子焼いて食べたりとか、あとはお昼ご飯があまりにも量が多くてお腹いっぱいだったら夜ご飯スキップしたりしてます。フィンランドのご飯ってもうどれもすっごく量が多くて、だからレストランとか行きたいんだけど、ちょっと一人だと食べきれないなと思って、カフェとか、あとはマーケットホールとかで食べれるような、気軽にね食べれるところでご飯食べてます。思ったより一人だと食費かからないなと思いました。じゃあこれ食べて外出たいと思います。ヘルシンキからタピオラ行きの電車に乗って3駅、ラウッタサーリという駅に着きました。この辺は住宅街っぽくて自然もたくさんあっていい感じの街です。徒歩3分のカフェに行きます。Kahvia.
ルシンキ中央駅付近にあるオーガニックショップみたいなところに来ました。手前が食料品で、奥がスキンケア。見つけた虫除けスプレー、蚊と多分ダニ、これ買おう。15ユーロです。このシーズってブランドめっちゃいい香りなんですよね。シャンプーとか、これリップバームだって。これ固形石鹸かな。メイドインフィンランド。ボディクリームはこれにしようかな。やっぱりシーズの匂いが好きなので。ラベンダー&オレンジハンド&ボディローション、27ユーロです。小さくて持って帰りやすい。お寿司が食べたくて春寿司にやってきました。ビュッフェ形式のレストランなんですけど、なんかサーモンがね美味しそうで、炙りサーモンとサーモン、あとこれはツナマヨかな。あとこっちは多分キムチ軍艦、あと他にもサラダとかあって味噌汁もあります。いただきます。想像以上に美味しい。お寿司食べたくなったらここおすすめ。帰ってきました。今日はヘルシンキ中央駅から電車で3つぐらい行ったところの町にあるフリーマーケットが7月中は水曜日だけプフリカフェというカフェの前の広場でやってるっていうことで行ってきました。すごく可愛いローカルなちっちゃなフリーマーケットで、本当になんかね地元の人でたくさんにぎわってて、でカフェの雰囲気もとっても良くてすごく楽しいフリーマーケットでした。でそこでいろいろ見て手に入れたのがこちら、トートバッグです。これはねこのトートバッグを売ってたおばあちゃん手作りのものなんですけど、マリメッコの生地で作られてて、そのねおばあちゃんこだわりポイントがこのね肩紐がね長いのが好きなのよ私はっていうことで、持つ時に長い方がいいでしょみたいなこと言ってて、で私もそのね肩紐長いトートバッグ大好きだから、こちらゲットしました。そんな感じでね、基本はなんか不要になったお洋服、あとはハンドメイドのものがポツポツと売られてたって感じかな。でそのまま帰りにこのアパートの近くのフィダっていうセカンドハンドのお店があるんですけど、そこで買ってきたものですね。まずこちら、前面のところに刺繍が施されてるタンクトップなんだけど、なんかフィンランドでね過ごしてると結構こういうトップス着てる人多くって、で可愛いなって思って、いつか私もどこかでセカンドハンドで手に入れたいなと思ったんですけど、ちょうどね私の好きな感じのタンクトップがあったので買いました。今も本当にねすっごく外暑くって、こういう軽くてね涼しいトップスがね本当にいるなと思ってこちらを買いました。あとはマリメッコのシャツもゲットしました。そう、ヨカポイカのシャツって結構セカンドハンドでいろんなところでね見かけるんですけど、これはねマスタードイエローのちょっとこのくすんだ黄色、これがすごく可愛いなと思ったのと、生地が結構ねくたっとしてる感じで涼しく着れるシャツ、ちょっと透け感あるんですよほら。なのでこのね今暑い真夏の時期でもちょっとね肌寒くなった時とかにさっとね羽織ったらねちょうどいい素材感だなと思ってこちら買いました。可愛いこのクタクタ感がたまりません。肌なじみが良くてめちゃくちゃいい感じです。これ下にデニム履いてきたいなと思います。
アパートの近くのカフェバーナインというレストランでランチです。ここ名物のレモンのクリームパスタ、これが食べたくて来ました。でなんか Google マップですごいボリュームが多いって聞いてたので、量を少なくできますかって聞いたらハーフサイズにしてくれて、値段もちょっと安くなりました。ありがたい。じゃあ天気がいいのでテラスで食べたいと思います。いただきます。美味しそう。美味しい。酸味がすごいくどくないからさっぱり食べれる。おはようございます。今日は7月の18日です。金曜日ですね。今週の週末はこのヘルシンキからちょっとだけ外に出てエスポーというところにあるコテージに行ってきます。夏のフィンランドといえばね、コテージに泊まって自然の中でゆっくり過ごすっていうのが定番のフィンランドの人の過ごし方らしいんですけど、本当はねこのアパート1ヶ月間丸々お借りしてるので、新しくコテージをね予約するつもりはさらさらなかったんですが、7月の初めにここに来て1週間すごく寒くって、その後からどんどんヘルシンキが夏らしくなってきて、毎日こんな感じで天気もいいしあったかくて最高だから、やっぱりコテージ泊まりたいなと思って、こちらもエアビーで来る前から目星をつけていたコテージに泊まりに行きたいと思います。金土日3泊で行ってきます。楽しみ。しかもコテージがある場所はヘルシンキのお隣エスポーという街なので、移動もそんなにね大変じゃないし、車でだったら30分ぐらいで行ける距離にあるので、ちょっと都会からエスケープして自然たっぷりの場所でこの夏のフィンランドを余すことなく楽しんでいきたいと思います。で今日3時からチェックインなので、まだ午前中はちょっと時間があるから、今からこの近くにあるおにぎりむすびというおむすび屋さんに行ってきたいと思います。結構ね口コミも高いし美味しそうなおにぎりと味噌汁のセットで食べれるみたいなので、ちょっとコテージに行く前に日本食を摂取してからコテージ行きたいと思います。でちなみにコテージへはカメラ機材を入れたリュックと、あとはこちらのマリメッコのエコバッグ、ここにお泊まり道具みたいなものを全部入れてます。これ L サイズのエコバッグなんだけど、こんなに大きくなってたくさん物入るので結構おすすめです。で使わない時は小さく畳んでこれぐらいの大きさにすることができるので、旅行に行く時はね大きなエコバッグあると便利かなと思います。ハンドルと、あとはこの肩掛けとかできる 2way なのですごく使いやすいです。お腹すいた。ではご飯食べてきます。最高です。楽しみ。おにぎり一つ持ち帰りました。めっちゃ美味しかった。
もう味噌汁飲んだ時本当に感動した。いやめっちゃ美味しい味噌汁とおむすび食べれるから、ちょっと日本食恋しくなった時にめっちゃおすすめです。滞在中にもう一回行っちゃいそうなぐらい、なんかすごく日本を感じられました。束の間の心もお腹も満たされたので、コテージに行く準備したいと思います。コテージの最寄りのソーカという駅に着きました。ここからバス、そして歩いてコテージに向かいます。あと15分ぐらいで着けるかなと思います。荷物が重くてここまで来るの結構きつかった。コテージの近くまで着いた。森の中を行きます。なんかヘルシンキよりちょっとだけ涼しいかも。どんな感じのコテージなんだろう、楽しみです。着きました。私が3日間過ごすコテージ、めちゃめちゃ可愛くて最高なので、簡単にルームツアーしたいと思います。まず玄関入ったら左手側に小さなキッチンがあります。全部が赤で統一されてて、食器とかミトンとかも全部赤でとっても可愛い。その奥にはシャワールームがあって、シャワーとトイレ、そしてなんとサウナついてます。個室サウナです。最高すぎで、奥に入っていくとテーブル、そしてソファーとベッドです。そしてなんといっても最高なのがこの先の景色です。テラスあって、そしてもう目の前が湖、最高。ちょっとこの奥の方に桟橋があるから、そこから湖に入れるみたいです。いやちょっと最高すぎる。来てよかった。やっぱりコテージ予約してよかった。たった1時間でこんな自然いっぱいなところに3日間もいられるなんて本当に最高です。もうここでね、ずっとひたすら過ごして、もう何もしないんだ、何もしたくないっていう3日間を過ごしたいと思います。とりあえずちょっと、街に出て食材を買って帰ってくると思います。最寄りの K マーケット来ました。なんか入り口入ったらさ、ムーミンの袋に入ってるじゃがいもがめっちゃ可愛いんですけど、1キロこんな食べれるかな、3日間で。めっちゃ可愛い。さあ何作ろっかな。サーモンスープとか作ってみたいよね。ラズベリー食べたい。美味しそう。こっちかな、こっちにしよう。これなんだろう、ジャムみたいな感じですかね。ムンキ美味しそう。これ買って帰ろう。帰ってきた。もうほぼ3日分の食料を買ってきました。こんな感じでムンキっていうドーナツだったりとか、あとちょっと大きいんだけど食パン食べたくなっちゃって、こっちは食パンでしょ。野菜、玉ねぎとかじゃがいもとか、あとサーモンスープ作りたいのでビール買いました。めっちゃいっぱい入ってるんだけど使い切れるかな。あと卵でしょ、ソーセージ、あとサーモンスープ用のサーモン、あとお魚のブイヨン、サーモンスープ用に使うらしいです。とサーモンスープ用のクリーム、ちゃんとねサーモンスープの絵柄が入ってるのでこれで合ってると思います。バターとピザ、
あとこちらブルダックポックンミョン、ラズベリー、あとはおやつのポテチとかクレープみたいなやつ。これなんかフィンランドの人よく食べるって何かで見たので買いました。あとなんかクレープにかけたいなと思った、なんだろうこれ、バニラカスタードみたいなやつ、ヨーグルト、あとアイスでしょ、ブルーベリージュース。これで全部で55ユーロぐらいでしたね。これで3日間ここから出ずに生き延びられるかなと思います。なんかちょっと怖くなっちゃうぐらい静かなんだけど、窓開けたら鳥の声がたくさんするから、寂しくなったら外出て鳥の声に癒されたいと思います。それでは夏のコテージで3日間楽しんでいきたいと思います。今夜の9時前なんですけど、サウナの準備ができたのでサウナに入りたいと思います。でこのサウナハニーをねヘルシンキで買ったんだけど、これなんかサウナ上がった後のシャワーの後に使うのかなと思いきや、サウナ入る前にこのサウナハニーを体にすりつけて、でサウナ中に肌になじませて最後洗い流すというやつらしいです。なのでサウナ入る前にこれ塗ってから入りたいと思います。
なんかここのオーナーさんのおじいちゃんとその息子さんが桟橋のはしごを取り替えてて、今もう足場がすごく頑丈になったから安心してみたいな感じでそんなこと言って去っていったんですけど、どうなってるのか見に行ってこようと思います。本当だ、新しいはしごが取り付けられてます。でもさ、ここさ入れるのかしら。もうすごいんだよな。全然こういう感じでも泳ぐのかな。後で入れたら入ろうと思います。2時間くらいお昼寝しちゃいました。なんかもう本当に誰も通らないし、この辺り1日目はすごい静かすぎてちょっとなんか孤独感っていうかなんか不安感に襲われたんですけど、静かすぎるこの空間が居心地よすぎてお昼寝がはかどります外のハンモックで寝たり部屋の中で寝たりしながら、虫もね結構多いので外と中を交互に楽しんでるんですけど、今日の夜はもう何も作りたくないのでプルダックポップクンミョン食べます。本当にリフレッシュできました。なんか本当に何もしないをしています。幸せすぎる。
今家の周辺散歩してたら見つけたんだけど、これラズベリー、ラズベリーっぽいね。もうちょっとしたら食べ頃になりそう。最高、のんびり、本当に可愛いお家。100grand you're worth every second I could spend. Don't know what the future holds, but we'll always have our songs, and you'll always have a person to call home. It's all on forever. Wanna throw away the key. No, this moment's not forever, but we could be. I think you're the one. I think you're the one. I think you're the one. I don't know much about love, but I've seen it come and go. And I think you're the one. サウナに入ってもう寝るだけなんですけど、今ベッドで日記を書いています。このコテージで過ごす週末、今日で最後となりました。明日の朝にはチェックアウトしてヘルシンキに戻ります。いやー、もう本当に来てよかったです。ここに私の理想の夏のフィンランドというのがここに詰まっていました。ここに来てね、何か生産的なことをしたわけでもなく、何かを生み出したわけでもない、ただご飯作ってサウナ入ってハンモックに揺られただけの3日間だったんだけど、なんていうか生産的に過ごした一日とはまた違った充実感を感じることができました。とにかく静かなんですよ、この場所は。この部屋の中にいたらもう本当に鳴ってる音といえばこの時計の音ぐらい、カチカチカチって音。寝る前とかはもっと静かになるので、布団の中に入ったら自分のトクトクトクっていう心臓の音が聞こえるので、最初1日目とか結構怖くて、自分の心臓の音とかってあんまり気にしたことないじゃないですか。だからすごく今ここに一人ぼっちなんだと思って怖くなったりとか、不安に襲われて一人なんだっていうことをすごくしみじみと実感して、私1ヶ月一人で異国に来てるんだっていうのを実感させられて、突然孤独をね味わって怖かったりもしたんですけど、でもその自分の心音とかをよくよく聞こうとしてみると、なんか言い方変ですけど、なんか生かされてるんだって思って、この心臓が動くうちは何だってできるよなって思ったりして、不思議と力が湧いてきたというか、なんか不思議となんかそういう気持ちになって、そこからはあんまりこの静けさとかが怖くなくなって、むしろこの本当に今ここに一人ぼっちなんだっていうその状況を楽しめるようになりました。実際には右にも左にも家があって、人の声とかがね遠くから聞こえたりとか、そういうのはあるので、本当に全くもってこの周りに人っ子一人いなくて不安というわけではなかったんですけど、でもこんなに一人で静かな場所で誰とも話さずずっと家にいて、特に何もすることもなく過ごす3日間って人生初じゃないと思って、なんか本当に夢みたいな3日間を過ごしました。で、外の景色は本当に美しくって、どの時間もねずっと綺麗で、こういう景色が日常となってるこの辺に住んでる人たちのことを本当に羨ましいなって思ってしまうぐらい素敵な場所なんですよ。でもここにいる人たちにとってこの景色って当たり前すぎて、この美しさってどれぐらいこう毎日感じれてるのかなって
思うぐらい、なんか本当に普通にこの家の周りの人たちは過ごしてて、これが日常なんだなっていうのがすごく不思議な感覚だし、こういうのが私の憧れの暮らしだなって思うんですけど、でもこれが日常になったら、こういう景色とかこの場所が当たり前になって、毎日そんなにこう感動しなくなったりとか、もっと他にいい場所があるんじゃないかって思ったりしちゃうのかななんて思ったりして、実際に私も3日間ずっとこの家にいるから、その景色がちょっとずつ見慣れてきちゃってて、たった3日でもそうなってるから、多分だけど私が日本に帰って自分が生活してる範囲で見えてるもので、形は違えどなんか美しい瞬間とか素晴らしいものってたくさんあるはずなのに、それが当たり前になってその美しさに気づけてなくって、こういう風に違う異国の場所で、ここが憧れの地なんだと思って見ていても、ここにずっと暮らすとなると、もっと素敵な場所があるのかもしれないって思って、他を探し出したりするのかなって。人ってなんか勝手だなと思うなどして、ちょうど今ムーミンの小説読んでるんですけど、ムーミン谷の彗星でね、結構冒頭の方でムーミントロールが、ニョロニョロはどこかにある憧れの地を目指してるんだけど、どうしてもたどり着けないんだってっていうセリフがあるんですけど、人ってこうやってずっとこういう場所が憧れの地だと思ったりしながら、また別の素晴らしい場所があるんじゃないかって探し回って、今目の前にある美しいものを見落として、あるかわからない遠い先の美しいものを目指してしまうんだなって、そんなことを考えたりしながら3日間過ごしていました。だから私は最後の最後までこの場所で過ごした3日間をしっかりと記憶に残したいと思って日記をしたためています。毎日書いてるんですけど、特にここにいる時間で考えたこと、感傷に浸ったことっていうのはしっかりと書き留めて忘れないようにしたいなって思いました。この自分の心臓がちゃんと音立てている間は何だってできるし、憧れの地は今自分が立っている場所なんだっていうのを気づかされた、そんな3日間でした。ちょっと新たな語っちゃったんですけど、お付き合いいただきありがとうございました。おやすみなさい。もうすぐチェックアウトです。本当に素晴らしい3日間を過ごせました。ここで最後に水辺を見て帰ろう。綺麗だね。いやー、本当にいい時間でした。この3日間の思い出を胸にこれからの人生も生きていこうと思う。ではヘルシンキに帰ります。
おはようございます。今日は7月22日火曜日です。ここね1週間ぐらいずっと暑かったんですけど、今日は少しだけ肌寒いのでマリメッコのタンクトップの上にウニッコ柄のシャツを羽織って出かけたいと思います。そこに持っていくのはピンクヌンクのトートバッグ、茶色の方ですね。この取っ手のこっちが水色なので色合わせてこんな感じで持っていこうと思います。今日はこの後お昼ご飯を食べに行って、この周辺のアンティークショップをねちょっと巡っていきたいと思います。週末にコテージに泊まった時にコテージに置いてあった食器がアラビアのものだったんだけど、すごいなんかメルヘンなね花柄があしらわれたこういうプレートがねいっぱい置いてあって、それがねなんかすごく可愛くて、私もねそういうの欲しいなと思ったので、そういうアラビアのコテージにあったような花柄の食器とか、あとはマリボールもねたくさんそのコテージに置いてあって、それもすごく可愛かったので、私マリボール1個も持ってないから、今回の旅の記念にどこかでマリボール見つけれたらいいなと思って、そういうのをね探しにこの周辺と、あとヒエタラハティの方を巡っていきたいと思います。では行ってきます。駅近のシティセンターの中にある中華料理屋さんでランチビュッフェです。15ユーロでサラダバーもついてます。中華料理食べたかった、めっちゃ。
ました。今日ね買ったものがいろいろあるのでご紹介していきたいと思います。お昼ご飯食べに行った後、このヘルシンキの市内周辺のヴィンテージショップを回っていこうと思っていろいろ回ってきたんですけど、前回のフィンランド旅行でも大好きだったレトロの実っていうヴィンテージショップだったりとか、有名なファッサーニっていうところを中心に、他にもセカンドハンドなんだけど OP ショップとか、モダンデザインアートっていうヴィンテージショップだったりとか、あとビッサリ読めてたらわかんないんだけど、マップを載せとくんですけど、もう行ってきて、で動画に撮れたのがレトロの実と、あとはファッサーニだけなんですが、ビッサリっていうところのヴィンテージショップもとってもいいアイテム多かったので、ファッサーニのところの近くにあるので、ぜひ気になる方は行ってみてください。で、今回私はレトロの実で、いくつか気になったものを購入してきました。では見えやすいように価格を変えさせていただきました。なんか本当はね、週末に泊まってたコテージで使ってたアラビアの花柄の食器が可愛くて、それに似たものがないかなと思って探し歩いてたんですけど、結局なんかレトロの実でまたムーミンをねゲットしてきてしまいました。こちらはじゃん、2011年のムーミンマグですね。ストックマンっていうデパートがヘルシンキにあるんですけど、ストックマンのデパート150周年を記念して作られたマグです。これのね、なんかこのピンクとかね青で描かれた大きなイラストも可愛いんだけど、その横にこうちまちまといるこのキャラクターのタッチが可愛すぎて買いました。このマグ使ってて、このちっちゃい絵をさ見ながらお茶飲んだら楽しいよなと思ってゲットしました。裏はこんな感じ。はい、これめちゃくちゃ可愛い。あとははい可愛い初期の頃のスニフのボールです。こういう感じで絵柄がねぐるっと入ってるんですけど、全部スニフ。これをなぜ買ったのかというと、フィンランドに来て5日目ぐらいにフィスカルスというところの大きな飲みの市に行ってきたんですよ。その時にこちらのスニフの初代マグ、これをねずっと探してたから、これを見つけて買って帰ったんですけど、これのボールバージョンを今回見つけたので、もうこれはセットで買って帰らないと思ってこちら買いました。この濃い茶色なのもすごい可愛いですよね。渋くていい。で最後レトロの実でゲットしたのはこちらマリボールです。マリボールのピンクを購入しました。すっごく可愛い明るめのピンクですね。でやっぱりレトロの実のショップのものの状態の綺麗さだったりとか、ディスプレイの仕方が本当に好きだから、やっぱり好きなヴィンテージショップでマリボール買いたいなと思って、レトロの実の中にもいろんな種類のマリボールがあったんですけど、このピンクのものが目に入ったのでこちらを購入しました。パッツェルのチョコをねいっぱい買って帰って、東京に帰った後もここにこうチョコをね入れてお部屋に置いたりとかしたいなと思っています。はい、そんな感じで今日の戦利品はこちらの3つです。でアラビアのね花柄のお皿はなかなか見つからなくて、この後もいろいろ見て回って買って帰れればなと思ってます。では夜ご飯食べて寝たいと思います。おやすみなさい。If everything changed, I'd say the same. Through any heartbreak, my love will remain. If the world stopped turning tomorrow, if it all fell into the sea, I'd let it sink to the bottom. 'Cause I only care about one thing, you know. No, none of it matters as much as you matter to